皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニー企画部のかほたんです。この密着グッスマニアはフィギュアが完成するまでの匠の技術を皆様にお届けする動画です。前回まではフィギュアができるまでを全3回にわたって皆様にご紹介させていただきました。今回からはさらにディープな部分に密着して皆様にお届けしていきます。今回はプラモデルの企画を中心としたグッスマのブランドメカスマの総合プロデューサーに密着し、前後編にわたってお仕事の内容を紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、本日はグッドスマイルカンパニー企画部からヒロさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。さあではですね、ヒロさんの経歴を少しご紹介したいと思います。はい、今から6年前、2017年にグッドスマイルカンパニーに入社されているということですね。で、2018年のプラモデルシリーズモデロイド、こちらですね。と2021年合体ロボット玩具シリーズのザ合体、こちらですね。と次々シリーズを立ち上げまして、それらをまとめたプラモデルや玩具のトータルブランドメカスマ、はい、このメカスマをグッスマに作り上げたお方ということになります。私はですね、ヒロさんと、同じ企画部で、デスクが近いので、企画部のお菓子コーナーでよく会うお菓子仲間として、はい、そうですねはい、日々お菓子のところで交流を深めているんですが、本日はそんなヒロさんのお仕事人としての一面を深掘りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。時代を超えて心熱くするロボットメカニックヒーローを独自進化する技術とかつてないラインナップで形にする唯一無二のホビーブランド。フィギュア、プラモデルキット、合体トイとジャンルや世代を超え、これまでの想像の枠をも超えた企画でメカとホビーを愛するあなたに刺激とワクワクをお届けします。はい、というのがメカスマということなんですが、今回はこのメカスマについて3つのキーワードをもとに説明をしていただくということになっております。はい。じゃあそれでは1つ目のキーワードをお願いします。はい、1つ目はですね、こちらです。可能性を作るです。メカスマの理念はですね、世代とジャンルを超えたさまざまなメカとロボット商品が世の中にあふれるような可能性を作り出すっていう、その可能性を作るということが我々のテーマとなっています。そういったところでですね、多種多様な多様化したニーズに応えるアイテムを送り出すということはもちろんなんですが、それを絶えず続けていくことで、グッスマがあれだけやれてるんだったら、自分たちもできるんじゃないっていうメーカーがもっと増えてくれたりとかですね。ではユーザーさんに訴えかけるだけでもなく、同じ業界のメーカーをも巻き込みたいみたいな気持ちが、そうですね、同志を増やしたいっていうのがありますし、あとは実際ね、若い方でホビーの世界を夢見てる人たちに、ホビーの世界に入ってですね、自分ももっとこのいろんなものづくりをするその世界に入ってみたいっていうね、そういう次世代の仲間を増やしていくっていうことも、メカスマチームが作ろうとしている可能性なんです。すごい可能性という中にメカスマ発信だけじゃないものもいろいろ含めたっていうことなんですね。そうですね、あくまでそういう環境を作りたいっていうね、そういうところが、僕らの目標ですね。常にやっぱりワクワクする世の中であってほしいっていう。すごいキーワード1つ目からかなり大きい話になりました。はい、で続いて2つ目のキーワードですけど、こちらです。はい、じゃーん。メカスマは最終的に負けていいです。なんか少年漫画のような熱いそうですね、感じになってきましたけれども、最終的に負けるんですけどねさっき言ったように可能性が増えて、いわゆるその仲間といい、ライバル的なものが増えてくるじゃないですか。一緒にいろんな商品を生み出す人たちが増えてきたとすると、おそらくですね、いろんなロボットが出る世の中になって、我々の多分出番が減ってくると思うんですよね。ある意味私たちのやることがなくなる、そのね、負けたその日がメカスマの理念が達成された日っていうね、なんかすごい
かっこいいですね。だからね、こう負けたいっていうね。はい、負けたい。でも確かに負ける日が来るってことはもう業界が全体的にもうすごく盛り上がってるというそういうことなんですよね。はい、逆に言うとメカスマだけ一人で頑張って一人勝ちしても可能性ってやっぱ広がらないんで、逆に言うと一人勝ちしちゃいけないんですよね。一人勝ちするってことはその一つ目のキーワードが成り立ってないってことですよね。成り立ってない、そうなんです。だからそこはやっぱり理念に反するってところで、はい、だからなるべくこうね、いろんなプレイヤーが活躍して、業界全体がもっと広がって可能性が広がるっていうところにかけていきたいっていうところがあるんですよね。なるほどですね。なんかこのキーワードだけを見るとって感じですけど、納得のキーワード2つ目でした。さあ、それでは最後の3つ目のキーワードに行きたいと思います。はい、3つ目はこちらです。はい、3つ目のキーワードはロボットは熟成です。お肉みたいなそこワインじゃなくてお肉なんですね。はい、ワインということもありました。熟成肉みたいな感じで、でも実際お肉でもワインでもその時間をかけるとまた別の旨味が出るっていうところと同じで、例えば私たちのね商売ってどちらかというと作品があってそれと同時に盛り上げていくっていうのが多いと思いますし、メカスマも映像展開に合わせて商品をリリースしているような商品もあったりします。はい、それはそれで一つマーチャンダイジングの醍醐味なんですが、ロボットの場合ですね、必ずしも最新作だけが売れるわけではなくて、40年前50年前の商品が今でも変わらず売れ続けるというのがロボットマーケットの面白いところですね。それっていうのは当時のファンが買うっていうことなんですか？そうですね。一つは当時のファンが買い続けているっていうのもあるんですが、逆にその10代や20代の方の新しいファンが入ってくるっていうことも非常によくあるというところなんですよね。やっぱりこの流行とかにあまり左右されないロボット系アニメの強みがそこにも出てるってことなんですかね。そうですね。はい。ロボットというくくりで10代の方から50代以上の方まで一緒に楽しめるっていうのが良さでもありますね。なるほどです。はい。で、熟成期間という点で言いますと、だいたい10年から12年単位で周期が回ってきますんで、なんかそう聞くと結構長い感じがしますけれども、でも毎年何かしらのアニバーサリーがやってくるんで、それを逃さないっていうのがビジネスの面白さですかね。はい。ということでこの3つのキーワードでしたね。はい。可能性を作る。可能性を作る。メカスマは最終的に負けていい。ロボットは熟成。はい。でこの3つのキーワードがメカスマの理念としてこのまま3本柱みたいになっているわけなんですね。そうですね。でも初めの話にもありましたが、メカスマというブランドが結構商品を作って売って、競合他社に打ち勝つとかっていうのではなくって、コンテンツとかあとはこのプラモデルとかおもちゃ業界とかっていう大きなくくりを一緒に盛り上げる仲間を作っているっていうのが、本当の根底にあるっていう。そうですね。はい。そうやって長くね、こういった楽しいことが続いていってほしいなって、そして広がっていってほしいなっていう、それを作るっていうところが、自分たちの仕事だと思ってやってます。はい。では、先ほどはメカスマの理念について教えていただいたんですけれども、今度はこのメカスマの総合プロデューサー、総合 P としてのヒロさんのお仕事を教わっていきたいと思います。はい。ではまず1つ目から。1つ目はモデルのチェックですね。はい。いわゆるこのフィギュアでいうところの原型チェックと同じようなところですね。はい。単純に形をかっこよくしていくっていうだけではなくてですね、可動や変形といったギミックの再現と両立しながら形の方を整えていくというところが難しいところですね。こうやってこの 3D のやつを見ながら出力した紙に書き込んだりとかもしてるんですか？そうですね。図面を見たり実際出力された3D プリンター品を見ながら、紙に書いたりですね、画像ソフトでですねちょっとしたシミュレーションしたりして、こういった形で直したいっていうのをフィードバックするような形をとってます。結構原型チェックの段階で、だいぶ商品化された時の想定をしながら見ているということなんですね。そうですね。はい。特にこちらの合体変形ものがかなりですね、デザインとあとその
変形前変形後、はい、さらにですねかなり荷重がかかったりするんで、実際取り付け先の強度とか遊び心地まで含めて全部トータル的に見ていくので、チェック時間はかなりやっぱり数十時間トータルでかかりますし、はい、実際その設計者さんとのやり取りも実際書類でいくと数百枚に及ぶような、数百枚、はい、チェックの回数が非常に多いというのも、こういったそのロボット系の一つの、作業の難しさですね。なるほどです。ありがとうございます。それではその原型チェックの次は何か他にお仕事はありますか？はい、パッケージや広報物といった印刷物とかウェブページとかのラフ作りですね。ラフ作り、はい、やっぱりそのパッケージをどんな風に見せたいとかというのはグスマのデザイン部がデザインをするのですが、はい、そこに対してのこちらのイメージを伝えるという点で、特にやっぱりロボット系はそのロボットの機能によって、はい、表現のテーマも変わってきますので、こちらからある程度やっぱり具体的に示して見せた方がいい場合が多いので、かなりそうですね、具体的な形まで落とし込んでデザインのラフを作ります。機能的なところが違うっていうのは、例えば合体するものを押したいとか、完全再現を押したいとか、そういった商品ごとによって押しポイントが異なるから、そうですね、パッケージのデザインにもそれが反映されるように、まさにその通りですね。そうやってなんかレイアウトもかなりそれによってどこを合体を一番に押すのか、それとも仕上がった時のその迫力を押すのかってところで、そのロボットごとにちょっと見せ方を変えるので、毎回同じフォーマットで落とし込んでいくという形にはどうしてもいけないので、毎回かなり具体的なラフで今回こうしたいっていうのを伝えます。あとですね、はい、最近だと動画のプロモーションとかも増えてきてですね、動画のやっぱりその、コンテラフを書いたりとかですね、実際動画編集でラフ映像コンテみたいなのを作ったりして指示したりすることも結構最近は増えてきています。なんか総合プロデューサーって本当に総合的なところまでやってるんですね、はい、っていう感じですね。意外とやっぱり新しいチャレンジも多いので、まずは自分がやらないとこういう仕事なんだっていうのを人に伝えることもできなかったりするんで。もう完全にヒロさんがもう最前線にずっと走り続けているみたいな感じなんですね。そうですね。なんか自分が失敗していろいろとなんかね試行錯誤してようやく人にじゃあこれで成功例を見せたらこれでよろしくって言えるんですけどね。他のお仕事としては何がありますか？そうですね。これは今僕の仕事の中でもこれはねテンションが上がる瞬間の仕事なんですけど、はい、ですね、テストショットのチェックっていうのがあります。テストショットのチェック。はい。テストショットはいわゆる金型が完成して最初の成形品が上がってくるタイミングですね。いわゆるその商品に近いというか、遊べる形でようやく上がってくるもので、まだ緩かったりなんかね形がしっかり出てなかったり設計色がへんてこだったりするんですけど、とにかくそのおもちゃを世の中で一番乗りで遊べるっていう瞬間なので、はい、やっぱり成形品なんである程度やっぱり強度もできてますんで、3D プリンターで慎重に遊んでたのがガシガシといけるといういけるようになるし、はい、あとやっぱりそのなんかね期待と不安があるっていうか、そのねチェックで検証してきたことが本当に成形品になったらねちゃんとした手応えになってるのかっていうのは実際やっぱりテストショットが出ないとわからないんで、そのドキドキの瞬間でもありますよね。あと実際やっぱり量産するものなので、あまり繊細に作りすぎるわけにはいかないところで、量産時に何かねイレギュラーが起こらないように事前にそういったところを見つけ出して製造部とねやり取りをして量産に向かってやっていくというところで、逆にトライ品がテストショットが出た後は、もう時間との戦いなので、そういった点ではすごい緊張感がある仕事でもありますよね。それいろいろ詰まってるのがテストショットの革命ということなんですね。実際今までは手を動かしたり物を見たりとかってお仕事内容があったと思うんですが、他にお仕事内容として挙げられるものはありますか？そうですね。今まではどちらかというとちょっとクリエイティブ寄りな話をしてたんですが、どちらかで今回はちょっとマネジメントとかビジネス寄りなまさにプロデューサー的な話なんですけど、やっぱりその採算管理ですね。採算管理。はい。売上と利益といったところの管理で、ここはすごく慎重にやりますし、数字を逐一見るっていうのは心がけているっていうところですね。
今までのこのクリエイティブ面の話だけを聞いてると、もう少年の心をどれだけ最大限に活かせるかって感じですが、もう冷静なビジネスパーソンとしての目線もしっかりないと、やっぱりこのブランドを総合的にプロデュースしていくっていう面では、どちらかが欠けちゃうと良くないなってことなんですね。そうですね。特にメカスマの商品群って、パッと見はなんか必ずしもなんか売れ筋ばかりやってないように見えるっていうところで、ちょっとニッチなものとか、知る人ぞ知るものも商品化しているってところで、すごいメカスマって商品展開が自由だって言ってもらえるんですけどそうですね、割と SNS でも皆様からの声でなんかそうきたかみたいな感じのがあるかと思うんですが、当然でも会社の中でね、損してたらそのビジネスは継続性がないので、ちゃんとそれが実現性のあるもの、継続性があるものになるように、トータルではちゃんと採算がつじつまが合うように常に数字に気を配ることによって、みんながね自由にものを作れる環境を目指しているというのも、総合プロデューサーの最後の砦みたいな仕事ですね。でも裏付けのある自由なラインナップという感じになってるわけですね。さあ、ということで総合プロデューサーとしてのお仕事内容について教わってきましたが、以上をもちましてこのメカスマの前編は終了となります。そして後編ではヒロさんのお仕事スタイルや、あと商品企画をする際の要、日々ヒロさんがどういったことを考えて商品作り、企画書作りなどなどをしているのかという、もっとあれですね、ビジネスお仕事人としてのヒロさんの一面を皆様にご紹介する後編をお届けしていきたいと思っております。ヒロさんもありがとうございます。引き続き後編もよろしくお願いいたします。では皆様、後編でまたお会いしましょう。お会いしましょう。